どうも、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。サバっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。サバ。っていうことでね、とびっきりのサバが入りました。こちらのサバ、養殖のサバとなっております。柑橘サバって言って、養殖の餌にみかんとかの柑橘系の成分を入れて育てたサバとなります。だからといって、みかんの味がするっていうわけじゃないんですけど、僕あんまり詳しくないんですけど、みかんの皮の成分が、この身質に関係してくるんでしょうね。で、めちゃくちゃね、物がいいんですよ。すごく張りがあって、血抜きもしっかりできてます。というわけで、こんなに素晴らしいサバが手に入りましたので、今日はこちらのサバを使って、しめサバを作っていきたいと思います。で、しめサバだけじゃおかずにならないので、しめサバと、あと焼きサバを作って、で身をほぐして、お茶漬けみたいにして食べて、サバ茶漬け。こちら2品作っていきたいと思います。そしたらここでいいサバの見極め方法ですね。このサバ全部いいサバなんですけど、サバは体高が高いもの。これ選んでください。で、次に、目が小さい魚。顔が小さい魚ですね。を選ぶこと。で、お腹触ったらお腹がカチカチに硬いやつ。ふにゅふにゅのやつはね、中に卵とかが入っててふにゅふにゅなんですよ。こうお腹がパンパンでお腹がカッチカチのサバっていうのは最高のサバです。中に内臓脂肪が入ってますんでね。で、あとはここね、この背中の部分がぽっこりしているマッチョなサバ。本当に脂乗ってくると魚っていうのはここが盛り上がってきますんでね。僕はそこで見極めてます。ただ天然でここまでのサバっていうのはなかなかお目にかかれません。特にね、年々少なくなってきてる印象はあります。よし。そしたらじゃあ、パッと見た感じだと、どれも素晴らしいですけど、これが一番良さそうだな。このサバが一番脂乗ってそうなので、こちら、しめサバにします。で、これを塩焼きにしよう。で、これは切り身にしてご近所さんにあげましょう。では、まずサバの表面の細かい鱗とかぬめりをブラシで落としていきます。さっさとこうやってね、血とかぬめりがまだついてますので、これを落としていきます。で、落としてる時にこのサバの背びれ、結構尖ってて痛いので気をつけてください。このようにちょっと白っぽくなって、ぬるぬるが落ちたら完璧ですね。はい、綺麗に洗えました。じゃあ、おろしてみましょうか。はい、では行きます。注目すべきは内臓脂肪の多さです。あと、身の白さ。そこを見てほしいです。頭が取れました。で、お腹を割ります。まず腹の厚さが全然違います。で、ほら。これも全部油。すごいですね。中も真っ白月経ですね。はい、次こっちの太っちょの方。これはね、もう最高だと思います。顔もちっちゃいし、目もちっちゃいし。同じ箱から来たサバですけど、ほら。こんだけ違います。油の量 1.5 倍ぐらい違うんじゃないですか。で、これ血合いがついてますんで、血合いをきれいに取っていきます。ブラシできれいに落とします。はい、では3枚に下ろしていきます。下に1本、上に1本。一発で決めて、尻尾からピッとやります。真っ白。これ別に鮮度が悪くて白くなってるわけじゃないですよ。全身油まみれですね。ちょっと油乗りすぎじゃないですかっていうぐらい乗ってます。これはね、味が楽しみですね。サバの風味はちゃんとするのか。はい、このように3枚におろせました。で、こっちの塩焼き用は2枚おろしでいきます。2枚おろしはこの上身だけ外します。それが2枚おろしって言います。こうして、で、半分に切って切り身にします。じゃあ腹骨もすいちゃいましょうか。腹骨もすいて、で、こっちは食べやすいように、この段階で骨抜いちゃいましょう。中骨を抜くことによって、お子さんとかも積極的に食べてくれると思いますよ。で、半分に切ります。あとはこちらに塩を振って焼くだけで完成ですね。そうしましたら、バットにお塩を引きます。さっと。で、その上に、サバを置きます。皮を下にしましょうか。で、その上にもたっぷりお塩を振りかけます。まんべんなく、たっぷりとです。ちょっとかけすぎじゃないかっていうぐらいでいいんです。はい、こんな感じです。で、しめサバっていうのは本当に作り方いろいろあります。いろいろあるし、人によって塩漬けの工程、酢漬けの時間、全然違いますんで、今日は僕は塩漬け1時間、酢漬け1時間、これでいきたいと思います。で、まずこの段階で冷蔵庫で1時間寝かします。それじゃあ1時間後に移動。
はい、では1時間寝かし終わりました。でもしっかり塩が入りましたんで、この塩を流水で洗い流していきます。で、ペーパーに置いて、水気をしっかり取ります。いい感じにカチッとなりました。そしたら、ボウルにお酢を入れます。で、そこに砂糖を少し入れます。で、本みりんも少し加えます。混ぜて、で、そこに水で戻した羅臼産の昆布を入れます。で、その中にサバを入れます。昆布で挟む感じですね。こういう感じ。はい、これで1時間冷蔵庫で寝かします。はい、ではなんだかんだで2時間経過してしまいました。というわけで、いい感じに締まったでしょうか？見ていきましょう。いいですね。しっかり締まっております。そしたらこちら一度酢から取り出して、水気を切ります。まだこちら腹骨がついてますんで、腹骨をすいていきます。薄く薄くすいていきます。はい、こんな感じですね。こっち側も同じように、腹骨をすいていきます。はい、こんな感じですね。そしたら、血合い骨を抜いていきます。血合い骨はここから入ってますんでね。ここから抜いていきます。1本、2本。ここに1本、2本入ってます。で、ここからダダダダダダダッと入ってきますんで、順番に抜いていきます。真上に抜くんじゃなくて、こう横に抜くと、抜きやすいですね。つまんだら横に、つまんだら横にと。真ん中よりちょっと下、ここら辺まで行くともう骨がちっちゃくなって気になりませんので、ここら辺までしっかり抜いてあげてください。そしたらこれを冷蔵庫でさらに1時間ほど寝かして馴染ませます。はい、では半日ほど寝かしました。こんな感じですね。いい感じに締まっております。シムサバっていうのはアニサキス対策で冷凍をする人もいるんですけど、僕は冷凍しないです。で、これ養殖のサバっていうのはアニサキスはいないと言われてます。100% とは言い切れないんですけど、ほぼいないと言われてます。はい。そしたら、ここ、薄皮剥いでいきますね。これがまた気持ちいいんですよ。頭のここの背中の角から皮を引っ張ります。ビリ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 と。これがサバの皮ですね。これね、サビキの針のちょこっとついてるあの原料にもなるんですよ。こっち側も剥いでいきます。先っぽからツル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 と。おっしゃ、綺麗にいった。めちゃくちゃ綺麗に剥げましたね。そしたらこちらを切る前に、サバのお茶漬け用の塩焼きも作っていきましょう。今日は骨抜いてあるこっちを使っていきましょうか。さらに半分に切って、で、串打ちの、塩を振りの、ちょっと強めに塩振ります。こんな感じですね。炉端焼き器で中火で焼いていきます。そしたら焼いてる間に、この余った切り身はこれみりん漬けにします。まずはみりん。本みりんをたっぷりと。で、みりんよりちょっと少なめの醤油を入れます。こんなもんですね。で、みりん3に対して醤油1。で、酒も少し入れます。で、混ぜ混ぜして、ここにサバを漬け込みます。で、これ冷蔵庫で半日ほど寝かして、水気をよく切って、フライパンで焼けば、サバのみりん干しの完成。そんなこんなでサバがいい感じに焼けたんですけど、ちょっとここら辺、煙のすすがついちゃいましたね。でも焦げてるわけじゃないんでね。油がすごいんで、煙が、もくもくと立っちゃいますね。はい、ではこんがり焼けました。今日はこちらの茶色のひし形のお皿に盛り付けていきます。色合いで波乱を置きます。そしたら切っていきますね。こういうふうに、普通に切っていきましょうか、このぐらいに。このぐらいの厚さに切っていきます。なんかねっとりしてて、ほんとチーズ切ってるみたいですね。それだけ油がすごい。で、これをうまく崩れないようにすくって置くと。こんな感じですね。こっち側も同じように切っていきます。できるだけ前回のこの厚さに揃える感じで切っていきます。で、コツとしては、この段差をつけること。そうするとより綺麗に見えます。切ったら段差をつけて、くっつけておく。切ったら段差をつけてくっつけておく。この繰り返しですね。切った身を、この切り終えた身にくっつけるイメージ。切っ
たらくっつける。切ったらくっつける。で、こういうふうに半端のところは切り出しとして置いておきます。よし。で、しめ鯖にはやっぱりレモンの香りをプラス、大葉も間に添えます。真ん中に食用菊やなんかがあると、またさらにおしゃれですね。これで、自家製しめ鯖の完成。はい、次は鯖のお茶漬けですね。ご飯用意してあります。ご飯に先ほど焼いたこちら、油たっぷりの鯖の塩焼き、白米の上に豪快に乗せて、でそこに大葉を刻んでいきます。で刻み大葉をちょっと乗せて、でそこにじゃん、昆布だしを引いてあります。濃い熱々の昆布だしをたっぷりと注いだら完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こっちがお茶漬け、こっちがしめ鯖。特にこのしめ鯖は超力作です。じゃあまずはこのしめ鯖からいただきましょうか。見てほしいのはこの断面ですよ。こう全身に油のサシが入ってます。じゃあここを醤油にペタペタと。うわ、油がすごいですね。そしたら今日はこちら、すりおろし生姜をつけていただきます。うわ、うめえ。今まで食ったことないしめ鯖だな。本当に口の中に入れた瞬間とろけるってこのことを言うんだなって思います。本当にチーズを食べてるみたいな感じですね。で、鯖の青臭さっていうのがないですね。油がありすぎて。それがいいことなのか悪いことかわかんないんですけど、鯖の風味っていうのも天然の鯖に比べて少ないかなと思います。なのでこれはね、好き嫌いが分かれると思いますね。ちょっと油が乗りすぎてて、しめ鯖の良さがないよっていう方もいるかもしんない。そういう味ですね。僕はめちゃくちゃ好きですけどね。次はこちら、お茶漬けです。こう鯖の実も、こうね、箸で崩してで、もう骨は抜いてありますんで、骨入ってませんからね。こういう感じにして、ちょっと汚いですけど、すすります。いただきます。うめえ。白米にシンプルな昆布だし。で、鯖の塩焼き一切れ。で、この食べ終わった後に来るこの大葉の爽やかさ。最高ですね。完食してしまった。はい、ということで今日はこちらの柑橘鯖のしめ鯖とお茶漬けときましたらお飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの。でん！銀色のやつ。本日は休館日でございます。よいしょ。さあ、うまく決まるかな、第3。決まれ。きた。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。青魚って体にいいですからね。じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は油の乗りすぎてしまっている養殖の鯖を使ってしめ鯖とお茶漬け作ってみましたけども、美味しかったです。で、しめ鯖はちょっとね、食べてるうちにくどくなってきてしまいました。そのぐらい油がすごいです。最初の1切れ2切れはすごく美味しかったんですよ。めちゃくちゃに。ただ食べ進めるとちょっとなーって感じでしたね。でもお茶漬けはめちゃくちゃ美味しかった。塩焼きのお茶漬け最高でしたね。昆布だしとの相性も抜群でしたね。なので養殖の鯖が入った際はぜひぜひ皆さんお茶漬け試してみてはいかがでしょうか。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。